はい、皆さんこんにちは。チームランドクルーザートヨタオートボデードライバーの三浦です。今日は新型ランドクルーザーの実車レビューをしていきたいと思います。では、早速車の方を見ていきましょう。まず僕の左側にあるのが新型ランドクルーザー ZX グレード、そして、右手にあるのが、GR スポーツ、今回新設になった、グレードになります。2つともちょっと顔は違いますけれども、もう素直に初めて見た時かっこいいなというふうにまず思いました。ランクルのトラディショナルな箱感っていうのはしっかり残りつつも、現代風により洗練されたデザインになったというか、なんかいかにもこのランクルらしい威風堂々さと新しさが、すごいいいバランスで融合している車のデザインになってるんじゃないかなというふうに思います。例えばこうヘッドライトの位置なんかもオフロードを走った時にもダメージを受けないように高い位置にセットされていたりとか、後ほどちょっと座ってみたいと思うんですけれど、多分この角がねしっかり出ているデザインになっているので、こう運転してみると車は大きいんだけれどもちゃんと車幅が分かりやすいとか、人に対して優しいデザインっていう風にもなってるんじゃないかなと思って、すごく考えて作り込まれた形になってるんじゃないかなという風に思います。こちら、GR スポーツ、新しく新設されたグレードになりますけれども、まずこの GR のやっぱりエンブレムが入ってますね。個人的にこれかっこいいなと思ったんですけれど、トヨタっていうロゴですね。なんか昔のランドクルーザー40とか60とかってトヨタのゴシックの字体が入ったと思うんですけれども、なんかこういうちょっとノスタルジーな雰囲気もあって、すごくこれはこれでかっこいいんじゃないかなっていうふうに思いました。実は僕たちがラリーを走る中での、いろんな経験っていうのを開発陣の人ともディスカッションしたんですけれども、例えばこういうバンパーの角とかかなりこう切り上げられてるんですよね。でこれオフロードとか僕たち砂丘走ったりするとやっぱり地面にこの凹凸があるんで、結構こういう角って当たりやすいんですよ。でもそういうところにも当たらずにスムーズにオフロードを走破できるようにっていう形に、なっていたりとか、もう本当に、結構ハードな悪路に入ることも想定されたデザインになってると思います。はい、じゃあ ZX の方からちょっと車の、サイド周り後ろ周りを見ていきましょう。これ僕個人的にすごく好きだなと思ったんですけれど、やっぱりこのランドクルーザーってすごく大きいイメージを持たれると思うんですけど、このルーフのライン、これが少しこうリアにかけてこう絞り込まれてることによって、こういう角張った車なんだけれどもちょっとこの流線形に流れるようなデザインっていうのがなんかうまく融合してて、これすごいかっこいいなって思いました。車高の高い車ですけれどもしっかりとしたサイドステップもあるんで、乗り降りなんか女性とかお子さんでも意外と不便なくできるんじゃないかなっていうふうに思います。リア周りの方に来てもこのオフロードを走るんで、上から見るとすごくよく分かりやすいんですけれども、角が真四角じゃないんですよ。ちゃんとやっぱり切り落とされてるんですよね。でこれによってやっぱりオフロードでいろんな立体の路面を走っても擦りにくくなってますし、見た目としてもさっき言ってたこの流線形のいい形にもなってるんで、機能とデザインのバランスっていうのがすごくいいんじゃないかなというふうに思います。で後ろの方に来ていただくと、これはちょっとマニアックなんですけども、今回このランドクルーザーロゴがちょっと一新されてるんですね。車のデザインに合わせてちょっとこちらのロゴも現代的にアレンジされています。であとリアピラーの横方向の厚みがすごく少なく、リアのガラスが大きく取ってあるんで、大きい車なんですけれども、当然バックモニターとかもあると思うんですけど、直接後ろを見てバックする時もすごく視認性がいいんじゃないかなっていうふうに思います。この辺りは乗ってみてどういうふうに感じるかすごい楽しみですね。では続いて GR スポーツの、横後ろ見ていきましょう。まずこの全体見ていただくと、先ほど見てもらった ZX よりこのブラックアウトされた部分がすごく多いですよね。 ZX がこうメッキパーツをうまく使いながらちょっとこの都会的な雰囲気を出したのに対して、やっぱりGR スポーツはこのブラックを使うことでちょっとスポーティーさを表現しているのかなっていうふうに思います。ミラーなんかも黒になってるっていうのが特徴じゃないかなと思います。乗り降りしやすいようにこうサイドステップしっかりついてますねってお話したんですけど、これ多分すっごい考えられてると思うんですけれど、 GR スポーツ多分ここのねステップだけが取り外せるようになってると思うんですよ。で実際にオフロード走ると、これ僕たちラリードライバーでも、正直こう石に当てちゃったりとか、こうサイドステップで傷つけること多いんですよね。でもなんかそんなことがあってもここだけ取り替えれば済むっていうような、なんかそういう工夫も入ってるんだなっていうのを見て感じました。
で後ろ回り、今回の新型ランドクルーザーオフロード走るためにこのバンパー形状とか全体として工夫されてますよっていうお話をしたんですけども、GR スポーツの場合よりハードなオフロードに入れるようにその切り上げ角がさらに大きくなってますし、本当に走って使って楽しむっていうことを考えられてるなっていうのをすごく感じます。でランドクルーザーロゴですね、もちろんZX 同様新しいデザインになってるんですけれども、こちら艶消しのブラックになってちょっと締まったようなイメージのデザインになってて、またこの両者それぞれの良さがあってすごくいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、では早速中に乗り込んでみたいと思いますが、僕は試作車は何回か乗らせてもらったんですけど、市販状態の中を見るの初めてなんですよ。だからすごいワクワクしてます。では乗ってみましょう。さあ今運転席に乗り込みました。本当にまず乗ってみてほしいんですよ。何かっていうとドライビングのポジションがすごく自然です。今回このランドクルーザー300になってもう本当にスポーツカーに乗ってるかのようなこのペダルの位置、ハンドルの位置、この体の位置全てがすごく自然なんですよ。でこれやっぱり乗ってて絶対疲れないですし、将来はね僕これでラリー出ることになりますけれども、ラリーにとっても強い武器になるなっていうふうに思います。では早速ちょっとエンジンをかけてみたいと思うんですけれども、このランドクルーザーシリーズ残念ながらちょっと盗難が多いっていうのが正直あります。で今回そのセキュリティのことを考えて、なんとこのエンジンのスタートボタン、指紋認証になってるってことです。いや今エンジンかかりました。今日この持ってきた ZX グレードの車は、V6 のガソリンエンジンが売ってますけれども、想像している以上に静かだと思います。だからこれも走ってて疲れないんじゃないかなっていうふうに思いますね。じゃあちょっと手持ちのカメラで、これ今僕の目線です。でこのフロントウィンドウからこの外をこう見てみると、ずっとこう横に見ていくとですね、これすごいね、このパネルが水平になってるんですよ。オフロードとか悪路に入った時に車実際傾くんですよね。でどれぐらい今車が傾いてるのかなとかそういうことがすごい見やすいんじゃないかなと思います。でね、僕個人的にすごい気に入ってるのがこの辺のこのボタンなんですよ。でこれなんでかっていうと、例えばこれエアコンの風量ボタンなんですけど、これ横から見た方が分かるかな。これつまみみたいになってますよね。でこれ実際走ってる時にエアコン調整したいとかっていう時にボタンだと結構ねこう滑っちゃって押すの大変なんですよね、フラットだと。でもこの引っかかりがあるんで押し間違いがない。で全てのボタンがこう立体がついてるんでこう押しやすいんですよ。なのでこの辺りはすごく実際走るシーンを考えられてるなと思います。で続いてそのまま降りていきましょうか。このセンターコンソール、これも位置がすごく腕が自然に届く位置に変わっていて、ものすごく乗用車ライクにシフト操作なんかもしやすいんじゃないかなっていうふうに思いますね。で走行関係のボタンがこの辺にまとまってるので、こうハンドル持っていてシフト持っていて、走行モード切り替えたいという時なんかにもすごく自然な位置に届くように配置されているので、先ほどは形状の話しましたけれども、今このレイアウトを見てもかなり実際に使うシーンっていうのを考えられてるなって思います。ドリンクホルダーなんかもこれすごいしっかり深さがあって、なんていうのかな、飲み物を置いてて車傾いても簡単には倒れないんじゃないかなっていうふうに思いますね。今2列目座ってみたんですけれど全然今までと違いますね。こっちもすごくリラックスできるソファーみたいな感覚で座れるんで、これ多分後ろに乗る人すごい楽だと思いますし、この車はこうモニターついてますけれども、これもすごい大きいんで、お子さんなんか連れてドライブ楽しむ時にはすごいいいんじゃないかなっていうふうに思います。天井高も大人が乗ってもしっかりありますし、全然圧迫感ないですね。では続いてラゲッジルーム見てみましょう。まず開けてみたいと思います。自動ですね。でこれ中見てほしいんですけれど、すごい広いんですよ。本当にアウトドアで遊ぶ時に、大きいテントだって入ると思いますし、僕自転車が好きでマウンテンバイクとかいるんですけれども、タイヤとか外せば2列目倒さなくても下手したらこのまま乗るんじゃないのかなぐらいの
スペースを感じます。前のランドクルーザー200シリーズだとこの横に3列目のシートがこう畳んでるとあったんですけど、僕最初これパッと見た時にあれ5人乗りって思ったら、どうもそういうことじゃなくて、なんとですね今回格納式になってるんですね。で3列目のシート今から出してみたいと思います。これもね自動なんですよ。こうボタン一つで最後このヘッドレストを起こせば完成です。荷室として使いたい時はシートをしまってしまえばすごく広いスペースが使えますし、人たくさん乗せたいよっていう時はもう本当にオートマチックでボタン一つですぐに椅子が出てくるので、ものすごいこれ使い勝手いいんじゃないかなというふうに思いました。3列目のシートにも座ってみたいと思います。乗り込む時はまずこの2列目のシートを跳ね上げて、入っていきます。はい、これ今座ってみたんですけど、思ったより足回りスペースありますし、シートもこうちゃんとクッション性があってちゃんと乗ることを考えられてますね。こう3列目にも、ドリンクホルダーはちゃんとありますし、シートのねこの角度を調整するボタンとか、あとバッテリー充電のアダプターがついてたりとかで、この上の方に行くと人が乗った時のことも考えてちゃんと送風口があるので、ちゃんと本当にここに人が乗るよっていうことを考えられて作られたデザインになっています。はい、ちなみに2列目のシートも、跳ね上げて1回全て荷室に使うバージョンをやってみました。見てください、めちゃくちゃ広いです。簡単な引っ越しだったらできるんじゃないですかね。そんくらいに感じます。これ段ボール何個入るか実際やってみたいですもん。普通 YouTube だとやるのかもしれないですけど、今日はやりません。では続いて GR スポーツの方も乗ってみましょう。はい、今コックピットの方に乗り込みました。 GR のイメージカラーの赤と黒を基調にした、デザインになっています。これはこれでスポーティーで、すごいかっこいいですね。エンジンをかけて立ち上がる時もGR のマークが最初出るんですね。ちょっとそんなスポーティーな演出も入ってるんだなっていうのを今分かりました。これ GR スポーツだけじゃないんですけれども、日本国内でもディーゼルエンジンの設定ができました。で今乗っているこの GR スポーツがまさにそのディーゼルの仕様になってるんですけれども、ディーゼルエンジンの音はするんですけれども、何ていうんですかね、こうディーゼルってちょっとうるさいっていうイメージあると思うんですけど、すごい静かですね。乗ってると全然そんなノイズが気にならないです。ちょこっとこうアクセル踏んでみてもこう心地よい排気音というか、なんか全然こう騒音感がないので、それがすごくいいなっていうふうに思いました。はい、では続いて、GR スポーツの方もこれ僕が、見ている今目線です。でね、これハンドルにもこの GR のロゴが入っていて、なんかこのスポーティーな感じがしてかっこいいですね。ロゴがかっこよく刺繍されています。なんかZX 洗練された都会の雰囲気に対して、こちらは、もうちょっとスポーティーに、締まった感じになってますね。シートそのものは一緒だと思います。わざわざ GR スポーツのためにスポーティーに仕上げなくても、そもそもすごい着座感がいいんですよ。体にフィットしますし、程よい深さがあるのでこうお尻が簡単にずれないというか、なのでこれはデザインの違いだけじゃないかなと思いますね。はい、ということで、今回こちら ZX と、GR スポーツ、外観と、内装の、レビューをお届けしました。でね、これ多分皆さんもそうだと思うんですけれども、今僕たちお預けさせられてる状態じゃないですか。もう乗るとこ知りたいし、僕も乗りたくてしょうがないんですよね。なので次回はこちらの GR スポーツで、走行レビュー編をお届けしたいと思います。ぜひお楽しみにしてください。今日はありがとうございました。